なんだこのガラクタは。俺が3年という長い年月をかけて作った試作品を嘲笑いながら蹴り飛ばした新社長。俺がこの3年間どれだけこの試作品に力を注いできたと思っているのだろうか。あまりの仕打ちに俺は言葉も出ない。こんな子供のおもちゃにしかならないようなゴミを俺に見せるなんて馬鹿げている。俺を馬鹿にするのも大概にしろよ。もうお前が開発部にいると無駄な金しか使わないじゃないか。このロボットに無駄なお金などかけていません。全部必要な機能とそれに見合った金額を使いました。うるさい。どう見たって無駄だろう。見た目だけでもそれがわかるじゃないか。会社の金を無駄遣いするようなやつはもういらん。会社を辞めろ。横暴に吠える新社長に俺は我慢しきれず会社を去ることを決める。俺を必要としないのならばそれで構わない。後悔することになるのは新社長の方なのだから。俺の名前は市川夏樹。今現在、俺は機械メーカーである岸本に勤めている。俺はもともと小さい頃から近代的なものに関する憧れが強かった。ロボットが出てくるアニメを見てはいつか自分でアニメに出てくるような素晴らしいロボットを作りたいと思ったものだ。俺は成長してからもロボットへの関心と憧れを持ち続け、大人になってからは人の役に立つような機能性の高いロボット作りをしてみたいと思い始めた。そこで俺は必死に勉強し、米国の大学に入学。機械工学を専攻し、機械の技術をどんどん吸収した。いざ就職するとなった時、どこの企業を受けようか非常に悩んだのだが、中堅会社である岸本を選んだ。岸本以上の大きな企業は探せばたくさんあったものの、岸本はしっかりと実績を積んだロボット分野に長けた会社だ。この会社でなら素晴らしいロボットを作れる。俺は大きな希望を持ち、岸本へ入社した。俺の予想通り、岸本は非常に素晴らしい会社だった。社員みんながロボット作りに非常に情熱的で、社長の人柄も素晴らしい。社長は俺の機械作りに対する情熱をとても評価してくれた。みんなおはよう。調子はどうかね。社長、お疲れ様です。社長は決して暇なわけではないのに、しっかりと現場に顔を出し、俺たちと会話をするのが日課だ。社員とのコミュニケーションを大切にし、個々の取り組んでいる仕事の様子などを楽しそうに聞いているような、優しくて社員思いの人だった。俺を含めて働いている社員たちは社長の人柄を愛し、尊敬し、充実した気分で仕事をしていた。ずっとこんな日々が続けばいいなと思っていたのだが、ある出来事によりそれが一変してしまう。ある日、俺が仕事をしていると会社の中がざわつき始めた。なんだか騒がしいな。社長、倒れたらしいぞ。会社が騒々しくなる前、確かに救急車の音が聞こえた。だが、まさかうちの会社に来ていたなんて。話によると、社長は仕事中に体調が悪くなり、倒れてしまったという。救急車によって直ちに病院へ運ばれた社長だったが、心不全で病院に着いた頃にはもう手遅れだったという。そのことにより会社はさらに落ち着かない状態となった。というのも社長の息子である郁夫さんが
問題のある人物だったからだ。社長に何かあれば、息子である郁夫さんが新しい社長になるのは間違いない。社長は優しくできた人物だったというのに、郁夫さんはその真逆。俺は次期社長だぞ。年老いた親父なんかより俺に尽くしていた方が得だぞ。そんなことを普段から周囲に言っており、あまり郁夫さんをよく思っている社員はいない。そのため社長が救急車で運ばれていった後、今後の会社について気になっている人が多かったのだ。さらに郁夫さんには機械に関する知識がほぼない。昔社長と話をした時に社長が嘆いていたのを聞いたことがある。郁夫は本当に困ったやつでね。勉強をさせようと学校に通わせても遊んでばかり。会社でやっていくのに必要な知識が全くないんだよ。こんなんで社長が務まるのか。問題ある人物でも郁夫さんは社長の息子。社長自身郁夫さんの問題点を理解し、どうにかしようとしてきたのだが、それもうまくいかず、いつも郁夫さんを心配していた。その問題を多くの社員が知っているため、そんな人物が会社を動かすことができるのかと心配している人が大多数だった。実際に郁夫さんが社長に就任したことにより、みんなの心配は現実のものとなる。今日から俺が社長だ。俺が社長になったからには会社を大きく変えていくつもりだ。はあ、どうなってしまうんだ。社長就任の挨拶の時、郁夫さんが得意げに大きなことを言い出したものだから、俺は不安でいっぱいになった。親父のようにちまちま利益を出すなんて無駄なことはしない。今は質より量、ガンガン大量生産をしていくぞ。今までの会社は丈夫で機能性がしっかりしたものづくりを重視し生産していた。それが評価され今に至るというのに、郁夫さんはその方針をなくし、大量生産を重視するという真反対の方針にしようというのだ。郁夫さん、ここは変えられませんよ。いやいや、俺は言ったはずだ。今は生産数に重きを置けって。俺はロボットに対する情熱が強いからこそ適当な仕事はしたくない。質を重視する俺と量を重視する郁夫さんは意見が合うことがまずない。そのため郁夫さんと揉めることが増えていく。社長である郁夫さんに反抗すればよく思われないことも分かっている。しかしこのままいけば今まで積み上げてきた岸本の実績が台無しになってしまうだろう。本当に昔ながらの職人気質じじいは頑固でかなわんわ。今時そんなの流行らないんだよ。時代はコストカットなの。わかる？コストカットも大事だとは思いますが、削るべきでない場所を削ると元も子もなくなってしまいますよ。毎日こんなやりとりを繰り返していたが、俺の気持ちを理解してくれる様子は全くない。これから郁夫さんとどう関わっていくべきか。頭を悩ませていた時に同僚からとある話を耳にする。郁夫さんが俺を気に入らない理由だ。俺は米国の大学に通っていたので英語ができる。俺の英語スキルは現場でも営業でも役立てることができたのだが、それに加えて俺が亡くなった社長に目をかけられていたのがさらに拍車をかけたようだ。前社長が立派な人物だった分、郁夫さんはどこか劣等感を感じているような感じがした。
とは言っても、遊んで好き勝手していたのだから自業自得だとは思うのだが、次期社長でありながら知識に不安のある郁夫さん。俺と自分を比較すると面白くないと感じる部分が出てきたのかもしれない。しかし、俺はそれを鼻にかけているつもりもないし、偉そうにしたりもしていない。勝手に気に食わないと俺の意見をないがしろにされるのは非常に仕事がやりにくかった。そんな中、俺は仕事を続けていた。やっとできた。ある日、俺は3年前より取り組んでいたロボットの試作品を完成させた。このロボットは俺一人の手で完成させたものではない。外部の優秀なプログラマーに協力してもらいながら開発を続けていたもので、高度な AI を搭載している。早速、俺は郁夫さんに時間を取ってもらい、プレゼンの予定を立てた。そして迎えたプレゼン当日。いざ試作ロボットのプレゼンをしようとすると、郁夫さんはロボットを一目見て笑った。なんだこれ、子供のおもちゃかよ。郁夫さんがロボットの外見をバカにする。確かに試作品のため見た目はいいとは言い難かった。こちら費用を抑えて作った試作品なので見た目は良くないかもしれません。しかし優秀なプログラマーにも協力してもらった AI を搭載しており、ここまで言うと俺の説明を遮り、郁夫さんは鼻を鳴らした。はあ？ AI？ まさかそんなのが売りだっていうのか？今時珍しくもない。無料で使えるものだって多いだろう。そんなものに外部のプログラマーって無駄なコストばっかりかけやがって。郁夫さんは AI ごときにコストをかけすぎだと言いたいらしいが、俺にとって無駄な費用をかけたつもりはない。実際に詳しく見てくれればわかると思うのだが、郁夫さんは見た目の印象だけで大したことのないロボットだと決めつけているようだ。ですがこれは、こんなおもちゃの説明なんて聞く時間が無駄だ。俺の詳しい説明を聞きたがらず、郁夫さんは立ち上がったかと思ったら試作品を蹴り飛ばした。郁夫さん、なんてことを。3年もの年月をかけてやっと完成した試作品をまさか蹴り飛ばされるとは思いもしなかった。あまりにも非道な言動をする郁夫さんに理解してもらおうと思ったのだが、郁夫さんはさらに口を開いて俺を非難する。こんな子供のおもちゃにしかならないようなゴミを俺に見せるなんて馬鹿げている。俺をバカにするのも大概にしろよ。もうお前が開発部にいると無駄な金しか使わないじゃないか。このロボットに無駄なお金などかけていません。全部必要な機能とそれに見合った金額を使いました。うるさい。どう見たって無駄だろう。見た目だけでもそれがわかるじゃないか。会社の金を無駄遣いするようなやつはもういらん。会社を辞めろ。郁夫さんが怒りに任せて首を突きつけてくる。確かに何度も言い合いをした。よく思われていないことは理解していたが、いつか認めてもらおうと思って今まで頑張ってきたつもりだ。しかし郁夫さんは人の話を聞かず、自分の主観だけで判断し、俺を必要ない人間だという。このまま会社のために頑張り続けても郁夫さんは認めてくれない。きっと俺の話をまともに聞いてくれる日は来ないだろう。今までなんとか頑張ってきた俺も郁夫さんのもとでは自分の夢は叶えることができないと感じてしまった。
わかりました。ではもう、俺は会社を辞めます。郁夫さんのもとで頑張る気持ちをなくしてしまった俺は、首を受け入れることにした。やっといなくなるのか。せいせいする。お前は俺の会社みたいな立派な企業ではなく、子供のおもちゃ作りの方が向いてると思うぜ。俺が首を受け入れたのがよっぽど嬉しかったのだろう。満足げに笑い、再び俺を侮辱してくる。では、お世話になりました。これ以上、郁夫さんの暴言を聞きたくない俺は、強引に会話を終わらせ、会社を去った。別に岸本じゃなくても、俺の技術を見込んでくれる会社があれば、ロボットの開発はできる。今まで前社長の人柄や待遇に感謝していたからこそ、郁夫さんに何を言われても頑張ってきたが、もうひどいことを言われないと思っただけでも気持ちが楽になった。さて、俺が会社を辞めてから1週間後、電話がかかってきた。誰かと思い、スマホのディスプレイを見ると、岸本の文字が。辞めた人間に何の用だ。電話に出るか少し悩んだものの、自分はもう用事がない。それに、もし郁夫さんからの電話だったとしたら、また不快な思いをすることは間違いないだろう。出る必要がないと判断し、電話を無視した。電話はその後もしつこく何度もかかってきたが、無視を続けているとようやく止んだ。ずいぶんしつこかったな。この調子だと相手は郁夫さんかもしれないな。電話に出ないことにしてよかったと安堵していると、今度は家のインターフォンが鳴る。電話が鳴りやんだと思ったら、次は来客か。どちら様ですか？俺だ、郁夫だ。早く出てこい。俺が電話に出ないことにしびれを切らしたのか、郁夫さんが家まで押しかけてきた。できればもう関わりたくないのだが、おそらく話ができるまでしつこく家に来るだろう。それも嫌なので、郁夫さんを家の中に入れ、話をすることにした。おい、いい話を持ってきてやったぞ。郁夫さんが妙に自慢げな表情をしてそんなことを言う。絶対にいい話ではないと思ったが、とりあえず続きを聞くことにした。はあ、どんな話でしょうか。例のロボットなんだけどな、お前の資料を使ってさ、得意先に売り込んだらな、1億出すって言われたんだよ。はあ？プレゼンをしたとき、郁夫さんは俺の試作品の話を全く聞かず、散々バカにしたはずだ。なぜこんなことになったのか理解ができない。どう見てもゴミだと思ったけどさ、めちゃくちゃ金かけてたし、一銭も稼げないのはもったいないだろ。だからとりあえず営業に行かせたんだよ。俺が力を注いで取り組んできた開発をバカにしすぎじゃないだろうか。そんな勝手な。お前の首をなかったことにしてやる。だからすぐに対応するんだ。人を市場で追い出したくせに、人の作った資料で稼げる見込みができれば戻ってこいだなんて。ひどい目にあった俺がその誘いに乗るわけなんてないだろう。上から目線で俺に条件を提示しているし、反省している感じでもない。郁夫さん、もうあの時作った試作品はもう解体しています。それにあの時のロボットの権利と技術は海外企業に10億で売りました。もう遅いんですよ。10億だと？そんな大金
俺の許可もなく。俺が作ったものですし、会社を辞めた俺が何をしようと勝手でしょう。俺はもともと前社長がいた頃に取得した特許技術を有していた。それを使って作ったのがあの試作品のロボットだった。それに加えて搭載した AI は従来のものと処理速度は数十倍差があるというハイスペックなものだ。もちろんそんなハイレベルな AI を作れるだけあって協力してくれたプログラマーも世界的に有名な天才プログラマーだ。郁夫さんが高すぎると怒っていた依頼料だって本来であればもっと高額になっていたものを俺の頼みということでかなり安く提示してくれた。俺だってちゃんと説明してくれていればなぜちゃんと説明しなかったんだ。さも自分に非がないように説明をしなかったと俺を責めてくる郁夫さん。俺はあのプレゼンで何度も説明しようとしましたよ。説明しようとするたびおもちゃだとバカにして話を聞かなかったのは郁夫さんじゃないですか。あの時の郁夫さんは明らかに俺の話なんか聞く気がないと俺が話すたびに話を遮ってきた。なのに説明されてないなんて言われても俺には責任がないと思う。俺に正論を言われもうロボットは無理だと思った郁夫さんだがまだ希望は捨てていないようだ。わかった。ロボットは諦めるよ。だからプログラマーを俺に紹介しろよ。私の話をしているのかしら？俺と郁夫さんの会話に金髪の美しい女性が違和感ない日本語をしゃべり会話に入ってきた。この金髪美女のソフィアこそが俺のロボットに使った AI を作った天才プログラマーだ。ソフィアには体が不自由な祖母がいたのだが、祖母思いのソフィアはそんな祖母の生活のサポートをしていたため、その大変さを十分に理解していた。その上で俺が開発した介護用ロボットのアイディアが非常に素晴らしいと絶賛し力を貸してくれたのだ。君がそのプログラマーか。あの AI は本当に素晴らしい。天才だよ。ぜひ俺にその天才的な技術の力を貸してくれ。もちろん彼の知り合いなんだから今回もお安く頼むよ。ソフィアがロボットに携わったプログラマーだと分かると途端にごますりを始め協力を求め始めた。ちょっと郁夫さん、私の大事な知り合いにそんな。さすがに俺に協力をしてくれた大事な知り合いにそんなひどいことを言われては黙っていられない。ソフィアは俺のロボットに積極的に力を貸してくれた恩人のような人物だ。そんな人にこれ以上迷惑をかけることができないと俺は焦る。郁夫さんを止めようとした俺をソフィアは制して口を開いた。私があなたに力を貸す理由は一つもないわ。私がロボット制作に力を貸したのは夏希がパートナーだからよ。あなたと仕事をする気はないわ。ソフィアがバッサリと切る。しかしソフィアがこれだけはっきり言ってもまだ郁夫さんは諦めようとしない。どうにか頼むよ。いくら欲しいんだ？できる限り出すからさ。俺だってこいつの知り合いなんだしさ、力を貸してくれよ。郁夫さん、いい加減にしてください。ソフィアが郁夫さんの頼みを断っているのは金額の問題じゃないというのに、郁夫さんは見当違いな条件提示をしている。そもそもロボット作りに協力してくれていたソフィアには
プレゼンの時の話はしてある。そのため、幾夫さんが俺に何をしたのか十分に理解しており、協力するだなんて口が裂けてもソフィアは言わないだろう。私がこれだけ言っても分かってもらえないなら仕方ないわね。ため息混じりにソフィアが取り出したのはタブレットだ。ソフィア、すまない。夏希、大丈夫よ。笑顔で俺にそう言って、ソフィアはタブレットを操作し、誰かに連絡をし始める。そして、俺と幾夫さんにタブレット画面を見せた。そこに映されていたのは、ソフィアの父親であり、俺と昔から付き合いのあるマイクだ。マイクとは、俺が米国の大学に通っていた時に知り合った。そして現在は、ヨーロッパの大手機械メーカーの重役を務めている。業界人であれば、一度は顔を見たことがあるほど、世界中で顔が知られている人間だ。この人は。遊んでばかりだった幾夫さんであっても、マイクのことは知っているようだ。幾夫さん、俺はね、来月から彼の子会社で働くことになっているんですよ。そんな、なんであんたがこんな有名人物とつながってるんだ？マイクは学生時代の知り合いで親友です。ついでに言うと、10億で買い取ってくれたのも彼の会社です。俺とマイクは学生時代同じ大学に通っており、同じ機械工学の勉強をしていた。同じロボットという分野に興味を持った俺とマイクは仲良くなるのにそう時間はかからず、あっという間に親友になった。俺は就職で日本に戻ったが、日本に戻ってからも親交は続き、今でも親友と言えるくらい親しい仲なのだ。幾夫さんは俺とマイクが知り合いだったなんて思いもよらなかったらしい。俺と幾夫さんがやりとりをしている間、マイクとソフィアはタブレット越しに会話を進め、マイクも今の事情がだいたいつかめたらしい。娘のソフィアから話は聞いた。夏希が作ったロボットの権利はこちらにある。あなたが何を言っても無駄だ。それに、夏希は私の会社の社員で、ソフィアは私の娘。これ以上何か言うなら、裁判を起こさせていただく。そんな、裁判なんて。マイクの口から裁判という単語が出たことで、幾夫さんはさらに焦り出した。さすがの幾夫さんも、マイクに訴えられたらどうなるか、安易に想像がついたようだ。訴えられたくなければ、すぐにこの場から去って、夏希とソフィアに関わるな。マイクは以前幾夫さんの話をした時に、その理不尽な仕打ちに俺よりも怒ってくれていた。今回は俺だけではなく、娘であるソフィアにまで失礼なことをしているのだから、さすがのマイクも怒りが抑えられなかったようだ。もう、俺たちに連絡してこないでくださいね。焦り、この場を立ち去ろうとする幾夫さんの背中に向かって、俺はそう言った。幾夫さんの横暴さには、俺もほとほと困り果てていたため、マイクとソフィアの力添えで、幾夫さんを追い返すことができて、本当にすっきりした。その後、マイクは裁判にはしなかったようだが、正式に岸本に警告文を送ったらしい。これで、幾夫さんは俺やソフィアにコンタクトを取ることはできないだろう。それに加えて、警告文が来た話が運悪くマスコミに流れてしまった。紙面には無能社長の問題行動、2代目社長、日本の技術者を海外に流出させるなど、多くの人の関心を引くような見出しで掲載された。
俺がマイクの会社に勤めることになったことで、日本の高い技術力を持つ人間が海外に流出してしまったと書かれている。こんな大ごとになるとはな。俺もそこまで大きな事態になることは想定していなかったが、岸本の株はマスコミの報道の影響を受け大暴落。こんな事態を引き起こした郁夫さんを許さないと、経営者の親族たちから責任を厳しく追及され、最終的に会社から追放されたらしい。俺がプレゼンをした時、郁夫さんが俺の話を真面目に聞いて、ロボットの進化を分かってくれれば、こんなことにはならなかっただろう。しかし、このまま郁夫さんが社長を続けていても、きっと会社はどんどんダメになっていったに違いない。これで岸本も元に戻ってくれるかな。社長とは真逆の価値観を持っていた郁夫さんが社長じゃなくなったことで、また元の岸本に戻れると、俺は少しほっとしていた。昔の話とはいえ、俺の能力を認め、良くしてくれた前社長の会社だ。潰れてしまうのは悲しい。だが、そんな心配もしなくて良さそうなので、俺は自分の仕事に集中できる。俺が開発した介護用ロボットは、福祉が進んでいるヨーロッパでは非常に受けが良かった。まだ試用運転の段階ではあるが、人の負担を削減でき、現場ではかなり役に立っていると好評で、これからどんどん普及していくだろう。俺はさらなる素晴らしいロボットの開発に力を入れている。時折、俺の作ったロボットを使用している人たちから感謝の言葉をもらうたび、とても嬉しく感じている。俺が機能性の高いロボットを作れば、世界のどこかで救われる人間がいる。それが俺のロボットを作り続ける理由だ。俺のロボットを必要としてくれる人がこの世にいる限り、俺はロボット作りを続けていくだろう。よし、今日も頑張るぞ。そうして、俺は今日もロボット作りに力を注いでいくのであった。